人は愛されることによって自然と優しくなります。アダルトチルドレンは根は優しいのですが、機能不全家族で育っているために憎しみが溜まっていたり、認知の歪みがあったりで、自然とは優しくなれない人が多いです。最初に愛されていないのに、自分発信で優しくならないといけないんです。むちゃくちゃな話です。アダルトチルドレンはそういうむちゃくちゃな世界で頑張って生きているのであって、ダメ人間でも価値のない人間でもありません。四苦八苦しているだけで立派な人です。ただ、無理難題は次から次へとやってきます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回の動画で、人の気持ちがわからない親に育てられた人の苦労という話をしました。今日はでは、そのような心が未成熟の親や人の気持ちがわからない親に育てられた人はどうすればいいかという話をします。1、共感してもらうことの大切さ。2、こういう人からは離れよう。3、安全基地を作ろう。4、安全基地を作るには。5、ポイントの振り返り。6、すぐにできること。このような順番で話します。まずは紹介したい実験があります。乾俊夫先生の脳科学はウェルビーイングをどう語るかに次のような実験が載っていました。複数の恋人同士の男女に対して、まず質問紙によって個々の人の共感のレベルを測りました。その後、女性に痛み刺激を与え、その時の痛みの程度を回答してもらいました。すると、手を握ってもらうだけで痛みが軽減され、共感性の高い男性が手を握った場合ほど女性の痛みが大きく緩和されたというのです。これは共感性の高い人のそばに行くと痛みが和らぐという実験です。これだけだと体の痛みは和らぐかもしれないけど、心の痛みとは関係のない話のように聞こえるかもしれませんが、同じことです。心が痛むとき、体のどこかに痛みを感じるときと共通して、肺側全体上皮質が活動します。逆に、感情中枢の一部である肺側全体上皮質や糖の活動を変化させることは、身体的のみならず、心理的な痛みの緩和にもつながるのです。とのことです。つまり共感してもらえると心の痛みも和らぐということです。もう一つ、認知療法の創始者で有名なアーロン・ベックは、うつ病の認知療法という著書の中で、感情を受容したり共感することの大切さについて次のように述べられています。ある警察官は絶望感を経験し、それに対する温かい反応を受け取った後で5分間泣き続け、そして大人になって初めて泣いたと言った。彼は即座に安心感を覚え、そして間もなく長く続いたうつ状態から浮かび上がり始めたのである。これは自分でも自分の感情がわからなくなっていて泣いたことがなかった人が自分の感情を受容共感してもらったことにより感情を取り戻しうつ状態から回復していったという話です。親に一度も気持ちを理解してもらったことがない、気持ちを汲んでもらったことがないと思う人は、今からでも自分のことを話して自分の気持ちを分かってもらうこと、
共感してもらうことはとても大切なことです。そうは言っても、世の中には人の気持ちがわかる人とわからない人とがいます。共感してもらうには、人の気持ちがわかる人のそばに行く必要があります。でも難しいのは、一見いい人そうに見えるけれども、自己中心的で気持ちがわからない人もいます。まずはいい人そうに見えるけれども、離れた方がいい人から見てみましょう。こちらのメンタルが参っている時に、部屋に閉じこもってるから暗くなるんだよ。散歩してきな。と励ましてくれる人がいます。このような人は気持ちのわかる優しい人でしょうか？メンタルが参ってしまったということは、何十年も過酷な環境で、あれをしなければ、これもしなければ、普通の人のふりをしなければ、と、それも本当は疲れ切っているのに、笑顔で元気なふりをしながら頑張ってきたのかもしれません。そりゃメンタルが参ります。そんな時に、もっと元気出せよ。あなただってやればできるんだよ。あなたは恵まれているじゃないか。自分の恵まれているところをもっと見なよ。親だって大変だったんだよ。いつまでそんなこと言ってんだよ。このように言われるのはとてもきついです。ゆっくり休んだり、興味を持って話を聞いてもらったりして、エネルギーが戻ってきたら、散歩に出かけるように励ましてくれることも必要ですが、メンタルが参っている時に、だからダメなんだよ、もっとこうしな、というのは気持ちがわからない人です。正しいことを教えてくれる人が優しい人ではありません。正しいことを教えてくれる時期を考えてくれる人が心のわかる優しい人です。また、依存心が強かったり、寂しかったり、ナルシシズムが強かったりで、人にこう思ってもらいたい。優しい人だと思ってもらいたい。自分で自分のことを優しい人だと自己陶酔したい。などで、あなたは頑張ってるね。あなたは価値のある人間だよ。自己蔑視する必要ないよ。と、こちらから助けを求めてもいないのに、優しいことを言いながら近づいてくる人もいます。優しいことを言ってくれるのでいい人のようですが、でも助けを求めていないのに近づいてくる人は自分が主役なんです。ベクトルが自分に向いています。あるいは何か下心があるかもしれません。このような人に巻き込まれると、いつの間にか何かを奪われます。こちらが支える側にされてしまいます。メンタルが参っている人は、まず自分を癒さないといけません。他にも、いつも自分を犠牲にして丸く収めている。自分の欲求を殺して他人に服従して生きている。このような人も悪い人ではありませんが、人の気持ちがわかる人ではありません。また、自分には優しくしてくれているとしても、店員とか部下に対する態度がひどい人や、ネットなどの匿名性を利用して誹謗中傷をするような人や、人間関係でトラブルが多い人も危険です。今は優しかったとしても、長期的には表変するかもしれません。このような人は、心が未成熟で自己中心的であったり、憎しみを抑圧していたり、認知の歪みがある可能性が高いからです。まとめると、反論や正しいことばかりでこちらの話をよく聞いてくれない人、優しさの押し売りをしてくる人、言葉は優しくても優しい行動は絶対にしてくれない人、素行が悪い人、
などからは離れましょう。一人が寂しいからといっても、優しくない人のそばにいる方がもっと寂しい思いをするし、心はどんどん疲れていってしまいます。次はどういう人のそばに行くのがいいか考えてみましょう。心に問題を抱えていて、人の気持ちがわからない親のもとで育ってきた人は、安全基地がなかったということです。親に味方になってもらっていないということです。親に味方になってもらえなかったのであれば、安全基地を作る必要があります。安全基地とは愛着理論から来ている言葉ですが、簡単に言うと、ありのままの自分を受け入れてもらえ、自分の考えや気持ちを安心して表現できる場所です。つまり、安心していられ、自分は守られていると感じられる場所や人のことです。このような安全な場所があるから、小さい子供は新しい未知な世界を探索できます。新しい挑戦ができます。未知の世界に出れば傷つくこともありますが、たとえ傷ついても安全基地に戻ることによって、また外の世界に向き合う勇気が湧いてきます。小さい頃にこのような安全基地がないと、大人になってから人間関係がうまくいかなかったり、自己肯定感が低くなったり、いろいろ問題が出ることがあるとされています。安全基地があった人となかった人とでは、全く違った人間になって当たり前です。小さい頃に安全基地がなかったのであれば、今からでも安全基地を作りましょう。ただ、これは、親に味方になってもらう経験の欠如などから、認知の歪みがあるアダルト・チルドレンにとっては、とても難易度が高いです。場合によってはカウンセリングを受けてカウンセラーに安全基地になってもらった方がいい人もいると思います。でもカウンセリングは敷居が高いというのであれば、自分で安全基地を作る意識を持ちましょう。そんなの作れないと感じる人が多いと思いますが、親が心理的に敵だった人が思うほど、世の中は敵だらけではありません。これは、こちらを母性愛で愛してくれる天使がいるという意味ではありません。天使はいないけど、味方はいっぱいいるということです。ただ、黙っていて味方ができるというものではないので、自分で作ろうという意識を持たないと安全基地はできません。味方といってもレベルはいろいろあります。味方レベルの高い味方もいれば、レベルの低い味方もいます。最初からレベルの高い味方にはなかなか出会えませんので、レベルの低い味方との間で時間をかけて良い関係を育てていく必要があります。良い関係を育てていくには、自己防衛を緩める必要もあります。例えば、自分がアダルト・チルドレンだということを隠していられる間だけ味方になってもらえる環境は安全基地ではありません。だからといって、初対面で自分のすべてを話すことを勧めているわけではありません。相手が信頼できるという確信を持つ前に全てをさらけ出すことはとても危険です。でも信頼できる相手であれば、相手にとっても親近感が湧くし、自分の心にとっても隠すより言ってしまった方がいいです。その上で、小さい頃の心の傷がうずき、問題行動をしてしまった時に、拒絶されたり怒られたりするのではなく、誰でも心の波があるから今日は疲れていたんだね、と分かってもらえる環境が安全基地です。理想は
そういう心の傷があればそうなってしまうよね、とまで分かってくれる人がいれば、それ以上のことは何もしてくれなくても天使です。さっき母性愛をくれる天使はいないと言いましたが、理解のある天使はいます。親からでさえ共感してもらったことがない、味方になってもらったことがない人にとっては、こちらの立場に立って物事を見てくれて、長いこと理不尽に耐えてきたこと、ハードな人生を送ってきたことなどを理解してくれて、その苦労や怒りや悲しみや悔しさなどを共感してもらえることはとても貴重な体験です。アダルト・チルドレンの回復にもとても役に立ちます。こういう人からは離れようのところで挙げた人のような、最初からこちらの問題の答えを教えてくれようとしたり、正しいことを教えてくれようとする人ではなくて、最初はただ話を聞いてくれる人、一旦こちらの目線で物事を見る努力をしてくれる人は、気持ちを理解してくれる人の可能性が高いです。ただ、理解してあげようと思ってもらえるかどうかはまた別の問題です。確かにアダルトチルドレンにとって優しい人に出会って理解してもらえることはとても難易度が高いです。でも世の中にはそのような人と出会う人もいます。ではどういう人がそのような人と出会いやすいのかということを考えてみたいと思います。これが大事なところです。やはり優しい人に出会う人はその人自身も優しいということです。人は愛されることによって自然と優しくなります。アダルトチルドレンは根は優しいのですが、機能不全家族で育っているために憎しみが溜まっていたり、認知の歪みがあったりで、自然とは優しくなれない人が多いです。最初に愛されていないのに自分発信で優しくならないといけないんです。むちゃくちゃな話です。アダルトチルドレンはそういうむちゃくちゃな世界で頑張って生きているのであって、ダメ人間でも価値のない人間でもありません。四苦八苦しているだけで立派な人です。ただ、無理難題は次から次へとやってきます。例えば、アダルトチルドレンが安全基地を作るには、自分を変えることが必要ですが、自分は変わりたくない。自分は何もしない。でも、優しい人がふっと目の前に現れてほしい。これがザ・アダルト・チルドレンです。ジ・アダルト・チルドレンです。人は愛されて心が成長するので、愛されなかったために心が成長していない人は、このような感じ方をしていて当たり前です。悪い人ではないです。他にも、アダルト・チルドレンは人の気持ちを汲むのが苦手な人が多いです。でも自分のことは目をつぶり、それでいて、相手にはきちんと自分の気持ちを汲んでほしい。このように感じているかもしれません。親に甘えられなかったのだから、こうなるのも当然です。でも、自分だけが一方的にしてもらえる環境は、愛のある親子関係だけなんです。大人になったのであれば、自分の方も相手の気持ちを考える努力が必要です。すべてに対して言えることですが、この一方的にしてもらおうという受け身の姿勢は変えないと、アダルト・チルドレンからの回復は無理です。愛されて育った人が自然とできることを、アダルト・チルドレンは自然とはできないんです。できないのに、どうにかしてやらないといけないんです。
大人の安全基地はもらえるものではなくて作るものです。自分を変えて自分で安全基地を作りましょう。優しい人に出会えたとしても一方的では続かないので、最低限自分も相手に協力してウィンウィンを目指す必要があります。ウィンウィンを続けていれば、最初は味方レベルが低くても、お互い味方として生きているうちに信頼度が上がっていくのが普通です。これは最低限の話です。他にも自分を変えると優しい人に出会える確率が高まる例としては、例えばの話ですが、優しくなってボランティアを始めたと仮定してみましょう。ボランティアをするような優しい人は周りに好かれる傾向があります。そしてボランティアの場で出会う人たちは優しい人たちばかりです。別にボランティアを進めているわけではありませんが、自分が変われば優しい人に出会える可能性は高まるという一つの例です。あるいは一見関係ないようでも自己肯定感を高めることも大切です。優しい人は自暴自棄になっている人より、自分を認め自分を受け入れている人、その上で頑張っている人を好みやすいです。このように自分がいい方向へ変わると優しい人に出会う確率も高まります。アダルトチルドレンは自分を変えようとせずに優しい人などいないと嘆いている人が多いです。でも、もし自分が変わったら世界はどうなるかということを想像してみてください。では、ポイントを振り返ります。心が未成熟な親や人の気持ちがわからない親に育てられた人は、心が成長できていなかったり、周りは敵と感じるような認知の歪みがあったり、人間関係がうまくいかなかったり、自分の感情がわからなくなっていたり、抑うつ状態になっているかもしれません。今からでも優しい人のそばに行って気持ちを理解してもらうこと、共感してもらうことはとても大切です。そうは言っても、いきなりものすごく優しい人になどなかなか出会えません。少しずつ自分の人間関係を良い方向へ変えていく必要があります。そのためには気持ちのわからない人からは離れることも大切です。優しくない人のそばにいると自分も優しくなれないからです。次の問題は、アダルトチルドレンは人を見る目が育っていないという問題です。まず、自分のことしか話さない人、あるいは共通の知人ではないこちらにとっては全く知らない人のことばかりを話題にするような人は、人の気持ちがわからない人である可能性が高いです。また、優しい言葉を言う人が人の気持ちを理解できる優しい人とは限りません。世の中には、大丈夫？あなたが心配と大げさに心配そうな顔をして、境界線を無視してくる人はたくさんいます。境界線を無視するとは、こちらを操作しようとしたり、道具に使おうとしてきたり、責任を押し付けてくるということです。他にも、反論や正しいことばかりで、こちらの話をよく聞いてくれない人もいます。例えば、親との間の悩みを、こんなことされた、あんなことされた、こんなひどい目にあったと延々と語る人がいます。憎しみや認知の歪みで話は誇張されています。こういう時に、それは認知の歪みだよ。実際はそこまでひどいことされてないよ。あなたの親はそんなこと思っていなかったと思うよ。と、正しいことを教えてあげる人がいます。
確かに正しいのですが、必要なのは正しさではないということがわからないのです。他にも、自分にとっては優しくても素行が悪い人、優しくても人が見ているところだけでしか親切をしない人、このような人は人の気持ちがわかる人ではありません。逆に、大丈夫、あなたが心配なのと大げさに心配そうな顔をしなくても、困った時に手を差し伸べてくれる人もいます。親に愛されずに育った人が安全基地を作るということはとても難易度が高い仕事ですが、だからといって諦めるのではなく、目指す方向として認識しておく必要はあると思います。その目指す方向とは、悩みがあるときに最初はただ話を聞いてくれる。一旦こちらの目線で物事を見る努力をしてくれる。このような友人を作ることです。このような優しい人は、こちらが憎しみや怒りで話を誇張したときに、ここまで憎しみや怒りの話が誇張されるのは、小さい頃から愛されずに雑に扱われてきたからだなと理解してくれるかもしれません。親に雑に扱われて気持ちを汲んでもらったことがないアダルトチルドレンに必要なのは、話を誇張してしまった時に、この誇張された気持ちは悲しく悔しく憎くいろいろな感情が絡み合って積もりに積もっている気持ちだな。全部受け止めて聞いてあげようと話を聞いてくれる人です。大切なのは正しいことを教えてくれる人ではなくて、愛されて育った人には絶対に理解できないであろうこの複雑な気持ちを理解してもらい、味方として聞いてもらうことです。正しいことを教えてもらうことが有効になるのはそのずっと後です。優しい人に出会い、そのようなことをしてもらえる関係になるには、自分自身が変わる必要もあります。例えば、自分自身が人の気持ちを理解する努力をし、自分自身が優しくなる必要があります。そして、そのような安全基地を自分で作ろうという意思を持つことが必要です。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、人を仕分けしようです。今、周りにいる人は優しい人なのか、自己中心的な人なのか、仕分けをしましょう。さっき安全基地を作るには自分も優しくなる必要があると言いましたが、だからといって好きでもない自己中心的な人に優しくする必要はありません。関係を深めていきたい相手を決めて、その人に優しさを与える意識を持つことをお勧めします。自分にとってどうでもいい人に自分の時間を割いていたら、とてもじゃないけど自分の人生は生きられません。自分の人生を生きていなければ、本当の意味では優しくなれません。優しい人とは、自分を犠牲にする人ではなくて、自分の人生を生きている人です。なので、よかったら、誰と関係を深めたいか仕分けをしてみてください。また、人の気持ちがわからない親に育てられた人は、人間味を体験することや、人を見る目を育てることも大切です。人の気持ちがわからないアダルトチルドレン、人間味を知らないアダルトチルドレン、人を見る目がないアダルトチルドレンなどの動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。では、
仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。